皆さんこんにちは。イージー&ナイスの脇です。今日はですね、ちょっと気になった、フリーの VST のシンセサイザーがあったので、紹介しようと思います。VST ゾーンというところですかね、の、エクリプシスという名前ですね。ちょっとさっき触って、見たんですけども、このシンセは本当に最近触った中では一番狂気を感じるというか、ちょっと本当に狂ってますね。一見、普通の感じがするんですよね。このGUI とか見ても、割とこう、なんていうか端正な感じなんですよ。そんで、今ちょっと、全体のですね、このスキームってとこ見ると、こういうふうにストラクチャーが一応見えてるんですけど、これ別にこの画面で、ストラクチャーを組み替えるとか、そういうことは別にないんですけど、例えばオシレーター2があって、オシレーターが、ボリューム上げていくと、そこのなんかルーティングが見えるみたいな、そのぐらいのもんなんですよね。だから、これを教えた1をこれ今上げましたけど、上げるとこの道筋が見えてくるみたいな、こんな感じでですね、出てるよというだけのことなんですね。だからこの画面では別に何もしないんですけど。で、教えた3つありまして、それから、このモッドってとこですね、いわゆるモジュレーションマトリックスみたいなのがあって、で、ここに LA4 が6つあります。で、それからエフェクトが2系統ですね。エフェクトはリバーブ、コーラス、ディレイみたいな感じで割と普通なんですけども。あと、アルペジエーターがありまして、ここでいろんなことが一応できますけども、もう、さっきいじった感じではちょっとアルペジエーターでね、すごい難しくて、ちょっと今回はパスしようかなとか思ってるんですけども、まずですね、この一個一個のオシレーターなんですけども、ウェーブテーブルみたいになってて、波形が結構選べるんです。122まで出てますけど、こんな感じで選べるんですね。それで、ここ FM セクションがあって、FM もですね、これがまた選べるんですよ、なんか。だから、結構本当にわけわかんないんですよね。わけわかんないっていうか。で、FM もただ、かけるだけじゃなくて、もちろんFM の周波数も変えられるし、それからFM の変調量も変えられるし、マトリックスのところでね、さらにそれいろいろ動かしたりとか、エンベロープで動かしたりとかできるんですけど、ちょっと、さらにですね、この、シェーパーっていうところがあって、これもなんか、説明読んでないんで、ちょっとわかんないんですけど、なんか、ここでも結構変わったりとかするんですね。で、オシレーター1個に対してフィルターがあって、1対1で対応してます。で、ここではもちろんフィルターが何種類かこう選べるようになってて、で、これがですね、このフィルターに対して、モジュレーションがかけられると。ここはだから、いわゆるフィルター LFO みたいな感じなんですけども、でこれとはまた別にですね、さっきのここのモジュレーションマトリックスのところで、また別に LF があるんですよね。だから結構ややこしいんですよ、実は。だからオシレーター1個に対してフィルターが1個対応してて、でそれぞれにLFO というかモジュレーションがついていると。でさらにそれとは別に LFO があると。そういう作りですよね。このフィルターのモジュレーションなんですけど、これもまた、波形がいくつかあって、
こんな感じでですね、かなりいろんなことができるようになってます。で、オシレーター1個だけでね、だからほとんど1個完結したシンセみたいになってて、もちろんADSR とかもあるし、今鳴らしっぱなしにしてるんでね、ADSR 関係ないですけども、こんな感じでかなりなんかへんてこな音が出ます。で、こうやって、今こっちオシレーター1上げましたけど、オシレーターもですね、なんか波形自体にシェーパーみたいなのがついてて、これ今何にも波形に対してシェーパーがかかってない状態なんですけど、ビットクラッシュが何段階かできたりとか、スムースってパラメーターがあって、これでね、多少ビットクラッシュとかかけた時のきつさを取るみたいなこともここでできるんですよ。フィルターかけなくてもそれができるというわけで、今ちょっと外部でディレイだけかけているのかな、違うか、中で、かけてますね。エフェクトがあるので、ここですね、エフェクトあります。で、このオシレーター1個に対して、エフェクトがあるわけじゃないんですけども、エフェクトが2系統あって、それぞれのオシレーターからどっちのエフェクトに行くかを選べるんですね。だから今は、エフェクト1に行ってると。で、エフェクターかけないこともできるし、エフェクト2に送ることもできるという、感じですね。というふうにですね、なんか一見ものすごくGUI も綺麗で、ロジカルにできてる感じはするんですけど、なんかいじればいじるほど、なんかこいつはちょっとおかしいシンセだなっていう気がしてくんですね。もう結構だから変な音が出るんですよ。タンバーですね。もうこれオシレーターだからね、1個でいいんじゃないのかなとか思ったりするんですけど、3つもあるんですよね。だから3つ上げて、どうすんだって結構感じなんですけども、あとですね、このシンセ、ちょっと特有というか、ランダムスイッチがね、結構ついてるんですよね。で、今、ちょっとやってみますけど、例えば、今、オシレーター2ありますけど、これに対して、ランダムスイッチありますよね。で、そうすると、オシレーターに対してだけかけるか、フィルターに対してだけかけるか、あと全体、両方ですね、両方にかけるか、どっちでもいいんですけど、もう両方にかけてみましょうか。両方にランダム。ってやると、なんかすべてのパラメーターが多分ランダムに出てくるわけですよ。ということでね、かなり予測不能な感じで音が作れるんですね。これがそれぞれのオシレーターに対してついてるんで、こんな風にですね、どんどんランダムに音ができていくということですね。で、このシンセ結構さらに狂ってるなと思うのは、このモジュレーションマトリックスもランダムがあって、これちょっと怖いんですけど、
あ、ちょっとなんとか言っときましたね。ホールドは今1個言っときましたね。これ今、モチベーションマトリックスがこういうふうにですね、何をどこにかける、どんだけかけるっていうのが、ランダムでかかってますよね。だからもうどうなるか結構わかんないわけなんですよ。でですね、エフェクトもやっぱあるんですね。エフェクトのとこにもランダムのスイッチがあって、でこれまあエフェクト1だけランダムするのか 2をやるのか両方やるのか選べます。で今こっち結局オシレーター1しかエフェクトかけてないんで、ちょっとエフェクト1だけやってみましょうかね。というわけで結構かなり強い感じでね、変化します。でこれをまあ音作りしている間にいろいろまあ行き詰まるところランダムスイッチをつい押しちゃうわけなんですけどね。まあこれちょっと今じゃあエフェクト2にかけてみて、2の方にエフェクトのランダムをかけると。まあほとんどなんか行き当たりばったりっていうかチャンスオペレーションみたいな感じでやってるんですけども、これでいいんじゃないかっていうね、こうやって延々遊んでいけばいいんじゃないかなっていう感じのシンセです。一応プリセット見るといろいろ入ってるんですけど、いやまあこれはもうとにかくパラメータも多いし、適当にやればいいんじゃないのかなっていう、そういう感じでまあ見かけの単精差と中身のちょっと狂った感じですね。この辺のギャップが面白いんじゃないでしょうか。ということでですね、ほとんどちゃんとまともに音作りはしてないですけども、VST ゾーンの、エクリプシスでした。